GP かかりつけ医お医者さんに行ってきたいと思います。ちょっと一人で行くので多分道に迷うと思うのでちょっと早めに出たいと思います。行った場所が違いました。皆さんおはようございます。ボーギン夫婦のミナです。はい、ということで今ちょうど朝のねキッチンのお片付けが終わりました。まだまだ朝晩寒いイギリスでちょっとお水で今日は片付けをしました。今日の朝からお湯が出ません。なんか火が消えちゃったみたい、ボイラーの。大変。なんかね普通にシャワーは入れるんですよね。そうシャワーは入ったんだけど多分こっちのねシャワーは電気らしくてシャワーは入れるんだけどそうヒーティングが使えないということでそうちょっとね手洗ったりとかお皿洗ったりとかあとヒーティングがね使えないのでちょっと寒いけどまあねシャワーが入れればそんなに大変じゃないんだけどこれからボイラー屋さんが来るそうです。ということで、これから私はですね初めて GP かかりつけ医お医者さんに行ってきたいと思います。ちょっと一人で行くので多分道に迷うと思うのでちょっと早めに出たいと思います。っていうのは肌トラブル冬だったし乾燥をね結構してたからなのかわかんないんですけどところどころ発疹というかができていてもうかれこれね数ヶ月ぐらいになるのかな。で2週間前に1回 GP にねトミーと一緒に電話をしてその時はまあなんかファンガスなんかそのウイルス性のねそういうなんか菌が入ってしまって炎症を起こしてるんじゃないかってことで薬をもらってそれをね処方されたものを使ってたんですけど2週間経ってもまだ完治してなくて治りそうなところもあるし増えちゃってたりとかねなんかこういう締め付けが多いところにできてしまっているのでまあそれをね見てもらいに行ってきたいと思います。寒い行った場所が違いました。めっちゃ家の近くだったんだけど場所間違えて今1回メトロに乗って着きました。行ってきます。実は私の GP は同じ系列のクリニックがいくつかあって電話で診察の予約をした際に場所も伝えてくれてたんだけど GP は一つだけと思い込んでいた私はてっきり隣駅のクリニックと場所を間違えてしまっていました。メトロに乗っていったので少し遅れてしまってこの後先生にめちゃくちゃ謝りました。はいということで皆さん帰ってきましたいや大変でしたね。もうなんか日本だとさ普通に皮膚科に行くんだったら皮膚科専門の病院に行って問診票を書いて提出して診察してもらって診察料を払って処方箋をもらって薬剤師さんのいるドラッグストアに行ってお薬もらって終わりじゃないですか。雑いそうだけどこっちは若干違ったし、私がねちょっとボンミスをしたので、それの話をしたいなと思うんですけども、まず私今ちょっとね肌がただれちゃってるんですよね何箇所か。そうでそれを見てもらうのに最初2週間前に1回見てもらって薬をもらってで2週間経ってまだちょっと完治してないのでもう1回診察してもらって今お薬をもらってきたんですけども日本とイギリスって若干違ったので、私も初めて GP 行って診察してもらって本当にドキドキしながらだったので、どこがどう違うかを簡単にお話ししたいなって思います。でまずは私が2週間前に薬を1回もらった時のお話。はい日本だと大体いろんな部署に分かれてる専門のね皮膚科内科形成外科とかいろいろあるじゃないですか。イギリスの場合は NHS っていう保険に入っていてなおかつ GP っていうかかりつけ医ですよねを自分で見つけて登録をした段階で何の症状だったとしてもまず GP に診察を受けます。
でそこから例えばその先生がお薬を処方して治るものだったらもうそのままお薬処方して、経過を見て治ったらよかったねっていう感じなんですけども、もしその状態がね良くなくて、専門医の人にもっとね複雑な症状とかだったりすると、そこから、だから要はクリニックから病院に行く感じなので、クリニックにまずは見てもらう、それが結構総合的なかかりつけ医の方に見てもらってから、もしそれでもねちょっと良くならなそうだったらもう大学病院とかなんかそういうね大きな病院に、私立病院とかそういうところに行くっていう流れなんですよね。そうだからいい意味で言ったらまずはそこに行くっていうのと、診察がね NHS の保険料払ってたらかからないので、その辺はねやっぱりなんかちょっとおかしいかもって思ったらとりあえず見てもらえるから、お金もね気にせず、お薬はね払わなきゃいけないんですけども、その点はいいんですけども、やっぱり診察してもらうっていうまでのハードルがすごく高くて、で私は肌トラブルだったので、最初メールをねするんですよね、 GP の人にこんなことになっちゃってるんだけどって言ったら、そこから電話かメールのレプライをもらって、で私の場合は炎症が起きてる箇所を写真にね写メ撮って送ってくれるって言われて、でそれを送りました。でそれを先生が見てくれて、それが診察ですよね。見てくれて、多分ファンガスっていうちょっと多分菌が入っちゃってて炎症を起こしてるから、痒くならないようにするのと、あとはお薬として殺菌じゃないですけど、なんかそういう処方をしたので、専門のファーマシーに行ってくださいってことで2週間前それで、指定のファーマシーに行って住所と名前と生年月日かな言ってもらいました、お薬をね。で2週間後ちょっとまだ良くなってないというか完治してないからということで、それをねまた電話でお話しました。でそしたら、じゃあまた木曜日の2時に来てもらえるって言われて、本当忙しいんですよね、GP の方って本当に予約が取れなくて、診察してもらうまでが結構大変。そうですね、1回目は写メのみの診察で、2回目にやっと診察してもらえるってことで、今日行ってきたんですけども、私はこれはもうGP の人のせいじゃなくて、私の英語のレベルと、あとはちょっとトンチンカンなので電話で指定された場所だと思って行ったところが、歩いて20分ぐらいの雨の日に歩いて行ったんですけど、行ったら違うよって言われて、ここじゃないよみたいな、そうあなたの家の近くのところよみたいに言われて、ああそうだったみたいな。でまたメトロに乗って一駅わざわざ病院まで行って診察してファーマシー行って帰ってきたんですけども、2回目のクリニックに行っての診察の時に、日本だとやっぱり保険証を持って問診票を書いて名前呼ばれて診察して、でまたレセプションの人に名前を呼ばれて診察料と、あとは処方のね薬のお金を払って、処方箋を紙のね処方箋をもらってファーマシーに行くじゃないですか。イギリスの場合は、私のねクリニック GP の場合は、まずクリニックの前にインターフォンがあって、鍵付きのねドアなんですけど、ピンポンって押してレセプションの方が出てくれて、どうしましたって言われて、名前と 2PM から予約したんですけどもっていう話をして、生年月日を聞かれました。生年月日聞かれて、それをお話しして、で中にドアガチャって開いて中に入って、でそこから先生がね名前呼んでくれるまで待合室で待って、で診察が終わって、で日本の場合ってそこでお金払わなきゃいけないから、レセプションの人がね名前呼んでくれるまで座って待ってるじゃないですか。結構待ってたんですけど、何も呼ばれないし、なんなら皆さん診察室から帰ってきたりそのまま帰ってったりしてるから、あれと思って、でも確かに NHS で払ってるから診察料かかんないはずだなと思って、呼ばれないパターンと思って、でレセプションの人に、初めて来たからちょっとよく分かんなくって、これって診察が終わったらもう処方箋そのままもう取りに行っちゃっていいんですかねって聞いたら、もういいよみたいな、もうファーマシー行っていいよって言われて、ありがとうみたいな感じで、近くの指定のファーマシーに行きました。で指定のファーマシーでもパスクリプションっていうのが処方箋っていうね単語なんですけども、名前と生年月日と、あと自分の家の住所聞かれたかな、でなんか後ろのね薬剤師さんが出してくれてっていう感じ、お薬もらって帰ってきたんですけど、あとファーマシーに行った時にお金をねクリニックで払ったかどうか聞かれます。私の場合払ってなかったので、まだペイしてないから払いたいっていう話でカードで支払ったんですけども、なんかその場合もいくらいくらだけどその値段で大丈夫とか、なんかアベレージの値段っていうのが、例えばそれを上回ってる
お薬の値段だったとしてもそのアベレージの値段で払うことができる。だからそのチャージのこの部分の差、皆さんのそのお薬の差でこの平均値を取ってそのお金を毎回支払ってるっていうのがあるらしくて、なんか面白い制度ですけど、そうだからお金をね病院で支払ったかファーマシーで支払うかを聞かれましたね。これでねなんか素直に答えますけど、いやもう払ってきたって言ったら無料でもらえちゃうんですかね。そんなんダメですよね。そんなことしちゃダメですよ。はいということで、ざっくり言うと用意するものは名前と生年月日と自分のね今住んでるところの住所を持って、持ってというか覚えて指定された時間に指定されたクリニックに行くっていうことですね。はいもうさそれだけなんですけどね。ただ本当にね電話でアポイントメント取って指定された場所に指定時間に行って診察してもらってファーマシーによって帰ってくる、これだけなのに本当に大変でした。初めての GP 行って、これでね薬使ってみて良くなればちょっともうねとりあえずは当分行かなくていいと思うんですけど、もうこれで治んなかったらもう一回多分行くことになるので、一回行っちゃえばね私はもう大丈夫だなって思いますけど、初めてのことって皆さんね大変じゃないですか。なんかちょっと私の経験が誰かのなんかね心の余裕を生んでもらえたらと思ってちょっと今日お話ししました。はいということで、この動画がいいなって思ったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はいあとそうヒーティングが治りました。私ちょうど帰ってきたらドアのねなんていういいのか悪いのか分かんないですけども、そのドアの前に鍵置いといてたので、そのヒーティングのねおじさんが中に入ってヒーティングを直してくれて、帰っていかれました。これであったかいお家で、皿洗いもねお湯を使って洗うことができます。はいということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ